9時を過ぎたところかな。まあよくぐっすり眠れた。ちょっと暑かったけどね、テントの。そうやね、ちょっと暑いね。特になんか人とか車に邪魔されず。そうやね、すごくここ結静かやった。構山の奥の方まで来たんじゃない？じゃあまあとりあえずせっかくなんでここら辺の素晴らしい寝床場所の景色ちょっとまた後で見せてあげてください。オッケー。今日のスケジュール実はそこまでまだ決まってません。ちょっと旅をしながらいろいろ考えていきたいなと思ってます。それではバイク旅9日目スタート。さらに南へ進むと風景が変わり始めました。道の両側に広がる緑が続き、気づけば私たちは台湾の加東重国にある隠れた宝石風里にたどり着きました。この地域は農業が盛んで、田んぼや果樹園が点在し、特に稲作で知られています。これは愛坂受験記念碑って書いてる。これはまたひろちゃんリクエストの場所だよね。ごめんなさい、またちょっと寄り道しましたけど、また日本の植民地時代の時の対する記念碑で、ちょっとこれねウィキペディアとかにも載ってないから、これちょっと皆さんにどう伝えたらいいのかわかんないけども、ここら辺に住んでたそのブヌン族ブヌン族が、日本軍に対して起こした抵抗運動というか、それを記念したもの。詳細がインターネットでちゃんと出てこないんだけど、歴史に興味ある人いろいろ調べてみてください。はい、次行きましょう。まもなくチーシャンに入ります。ここは加東重国のもう一つの有名なエリアです。台湾での生活が長い方なら、台湾国内に多くの店舗を持つ有名な池上弁当をご存知でしょう。この歴史ある弁当が愛されている理由は、チーシャンが台湾で最も美味しいお米の産地の一つだからです。そのお米はかつて日本の天皇にも献上されたほどの品質でした。チーシャンのお米と有名な弁当は、日本が台湾を統治していた時代からの名残として今もなお続く遺産となっています。はい、なんか弁当はなんかいろいろあって、だけどこれが一番スタンダードなやつだと思うけど、これが豚の煮込みで、もう一つは豚の唐揚げを頼んでみました。まず豚の煮込みから食べたいと思います。めっちゃこっちもいろんな具材が入ってる、ね。そうやね、漬物とか、これが、野沢菜かなとか、卵と豆腐とキャベツ。ちょっと食べたいと思います。すごく柔らかい肉で美味しい。ど
この池上のお米は日本のお米と比べて。私米の通じゃないからよくわからないんだけど普通に美味しい。本当に日本で食べる米とは、そんなに変わらないと思う。敷いてあげたらちょっと温めたいかな。冷めちゃってるから。そうまあ美味しい。冷めても美味しいと思う。まるちゃんは煮込みだったけど、私は唐揚げ。日本の米に近いかな。もちっとした弾力。まあ日本のお米の方が俺は好きだけど、なんか違う？日本のお米の方がよりもちもちっとした感じで、台湾のこちらの米の方がちょっとパサついてるというか、でお弁当全体を通しているのは、まあ別に俺は普通まあせっかく池上に寄ったんだったら、まあ食べても損はないのかなと。チーシャンには稲田を満喫するのに最適な場所があります。それは白老大道と呼ばれる道で約 2.2 キロにわたり稲田が広がり、電柱もないためこの美しい風景を撮影するのに最高のロケーションです。時刻は5時です。ここ池上でこの田園風景が素晴らしくて、ちょっと思った以上時間を使ってしまい、この後の予定がちょっとなくなっちゃいましたね。そうやね。なので、今日はどうしましょう。とりあえず本日当初の予定では台東県のとある島に上陸する予定だったんですけども、それができなかったので明日に、とある島に向かいます。ただその島に入るための準備もあるので、今日は台東の市街地のゲストハウスにもう泊まりましょう。でないとちょっとねいろいろやることがあるので準備が、そういうことで、今から台東市街地、それではまたね。宿に行く前に翌日の島に行くためのフェリーチケットを買いに行きました。チケットは購入後もフレキシブルに日付や時間を手数料なしで変更することができます。またバイク1台につき$200を乗船時に直接乗務員に支払えばフェリーへの積み込みが可能です。Thank you so much。ありがとう。リーダーまでのチケット取りました。やった。お腹が空いたので自分の拳よりも大きいスージェンバオで有名なお店に行ってみました。地元で30年以上愛されているお店です。ルーウェイや炒め物料理もありますが、やっぱりスージェンバオが主役。すごい。中に春雨とかキャベツとかいろんなものが入ってる。まあもちろん豚肉もちょこっと入ってる感じやけど、
他の野菜がいっぱい入ってる感じがする。じゃあちょっといただきます。あ、美味しい。マナちゃん、これソースもあるから。ちょっとかけて。これ何のソースでしょう。普通の辛いソースかな、よくあるやつ。かけても美味しい。ちょっと味変とした。これ1個でも結構お腹いっぱいになる。どうなのこれは。まあ私は好きだけど、シンプルな味やと思う。昼はもうお箸で食べてる。まあそうやな。周りの台湾人に習って、普通に長野県信州とかであるおやきとかに悪くはないね。美味しいんじゃない？美味しい。ソースつけなくても十分美味しい。俺は好き。このお店はルーウェイも評判がいいので試してみることに。味はさまざまな食材を香り豊かな醤油ベースのスープで煮込んだとてもシンプルな料理です。好みの肉や野菜などを選んでカゴに入れて店員さんに渡すと、一口サイズに切って煮込んでくれます。先ほど選んだ材料がこういう一品に変わりました。めちゃめちゃなんか見た目が美味しそうじゃない？美味しい。多分この味付けだったらもう本当にどんなものを選んでも美味しく出来上がると思う。なんか怖がらずに何でも選んでいいかもしれない。もう絶対美味しく作ってくれると思う。この料理に対してちょっとびっくりしたのは、味が染みるまで結構時間がかかるけど、ここやったらすぐパッて出してこんだけなんか味が染みてるのはなんかびっくりした。ちょっと感動しました、そういうところに。まあ俺はいいから。どういうことそれ？台湾全土どこに行ってもあるじゃん、こういうスタイルのね。そんなに感動するような美味しさはそこにはないと俺はいやいやまあ正直な感じだから、やっぱり想像してた通りの味かなみたいな。別にまずいと言ってるわけじゃなくて、まあ想像の範疇を超えなかった、まあこんなもんでしょうという。めっちゃ今日風強いです。今日は旅の何日目やったっけ？10日目で、時刻は、11時。今日は離島である、リータオに行きます。風が強すぎる。ちょっと海はどうかなっていう心配はあるけど、台湾の旅始まって以来の恐怖ということで、めちゃくちゃついてない。こういう時に限ってフェリーに乗らないといけない。間もなく出発です。ではとにかく台湾一周の旅10日目スタート。フェリーの中にいます。ようやく今から約1時間でリータオに着くらしいので、あとは波が激しくないことを祈りたい。シートナンバーがバリバリ日本語で書いてるな。ほんまに？あ、後ろみたいな看板。シートナンバー CD。これなんか日本のフェリーかな。だってあれも禁煙席、これより涙の色はエメラルドブルー、宝石みたいに光ってる。
CJ のハリウッドドリーム乗ってるような感じ。そうだ。すごいな、もう波ここまで来るって。今に着いた。もうしんどかったわ私。ちょっとしんどい。しんどい。周りの人は結構もう履いてたな。履いてたね。リュウダーはその自然の美しさで知られ、特に多種多様な海洋生物が生息していることからシュノーケリングやダイビングの人気スポットとなっています。また台湾の白色テルの際の政治的な投獄の場としても歴史的な重要性を持っています。316の海で一人現実なオスが夢を壊す人を隠せと叫ぶ光は千人の村を燃やし殺し腕を切るはい、まるちゃん。はい。この島について予習は少しはできましたか？まあ観光地調べてる時にリュウダオうん。になんか刑務所があるっていうのがそうそう。出てきて、でそう政治犯の刑務所でそう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 。それについて調べたら台湾にはうん白色、恐怖の時代があるっていう。そうそれはどういう時代だったかというと、台湾で1949年から80年代にかけて中国国民党がその、まあ今のうんその台湾の建国の父と言われている蒋介石のね蒋介石のパーティーがその自分たちの思想になんか反する人たちを弾圧してた時代で、だから中国国民党とは、相反する思想を持ってる人たちを次々に弾圧して、ここリュウダオに、流刑地としてねリュウダオに送り込んだと。そうそうそう。島流しの刑やね。なるほどね。私はそういう台湾にそういう歴史があったの知らなかったから、だから結構台湾にとってそういう大事な歴史的な場所に立ち寄ることができるっていうのは私にとってすごく興味深いし、各国にはそういう悲劇の歴史があると思うし、だからね、その約38年間ずっと戒厳令の下で厳しい弾圧を行ってきて、この島流しだけに限らずその後ね多くの政治犯が死刑になったりもしてるからね、いろいろ勉強してね。そうです。ここ緑州山荘は台湾のリュウダオにかつて存在した大規模な監獄で、主に政治犯や思想犯を収容するために使用されました。1972年から1987年までの白色テル時代、多くの人々がここに送り込まれました。びっくりした。びっくりした。監獄は放射状に広がる構造で、複数の収容棟がありましたが、特に過酷だったのが暗い懲罰房です。独居房らしい。いわゆるエリートの人が入ってる。重要人物が入れられていたところだね。囚人たちは雑居房や独居房で厳しい監視のもと、制約の多い生活を余儀なくされ、精神的にも肉体的にも過酷な日々を過ごしていました。
まあここはもう一つの別館別館があるから、ちょっとそこも行ってみましょう。さて、食事タイムです。リュウダオで地元の人に勧めていただいたこちらのお店では、シャンスージという台湾唐揚げが楽しめます。ルーウェイと同じ注文スタイルで、好きな具材を自分でカゴに入れて店員さんに渡せばカリッと揚げてくれます。ごめん、205円。ああ、それやったら高いな。いろいろ入ってて、で上に肉かかってます。ニンニク。あ、ごめんニンニクかかってる。で、もう一つはピーマン専用の袋。ピーマンから食べたいかな。あ、おいしい。はい、じゃあこれは何でしょう。あ、エリンギかな。カリカリに焼かれてる。おいしい。ちょっとそれ美味しそうやな。ちょっとちょうだい。これエリンギじゃない。なんかみたいな知れない丸いものを入れたけど、結構美味しい。これもなんか魚かな。魚の唐揚げかも。なんかいろいろ美味しい。あ、これがあれや。エリンギかな。ちょっとまるちゃん、ごめんなさい。謝っときます。僕油断してました。なんで？いやまあちょっと撮影前から僕ここ来ることあんまり気乗りしてなかったじゃないですか。こんなん食べたいのみたいな。まるちゃん正解です。ここ美味しいわ。なんかさすが事前に調べた。 Google の評価高かっただけのことなので、まあ、結果はここは正解。皆さん、リュウダオに来る機会があれば、ぜひこのお店に立ち寄ってみてください。はい、皆さん、台湾旅11日目がスタートしました。ご覧の通り、今日も強風が続いています。この雰囲気もいいですが、もう少し穏やかな島を見たかったですね。この天候が変わりそうになかったので、予定通り島を離れることにします。その前に、リュウダオの南東にあるファンチュアンビー大草原に立ち寄りました。天気が良ければ、広大な草原と青い空、海のコントラストがとても美しい場所です。野生のヤギが多いので、糞には気をつけてください。なるほどね。これがすごく素晴らしい発見。
飲みたくなっちゃったね。昼のリクエストでここに来ました。Thank you。でですね。きました。正解？どういう味？いやもう本当にタピオカ。我々が知ってるタピオカミルクティー。やっぱ砂糖 30% にしてよかった。なんか甘すぎず、逆に少なすぎず、いい感もう我々がよく知ってるタピオカミルクティーよね。じ。ね。なんか黒糖欲しかった。あー私黒糖好きやから。本場台湾で飲むタピオカミルクティーはいいね。まあリュウダはこれで満喫したかな。まあやっとなんか天気が良くなったからもうちょっと入れるかなっていう雰囲気だけど、相変わらず風がね強いからな。強い。天気も今晴れてるけども結構実は不安定で、うん雨降ったりちょっと太陽出たと思ったらまた雨降ったり、だからまあちょっともう1泊2日で十分かなということで、そうやなだからまあとりあえずこの後予定通り12時半のフェリーに乗って台東に戻ります、戻ります。その後はどうなんでしょう。その後はもう台東でお昼ご飯食べて、どうしようかな。もう南降りるかな。そうするか。実はこのリュウダオの後俺が本当にマルちゃんを連れて行きたかった視聴者の人に見せたかったラインユという島があるんですよね。そこに行きたかった。本当はそこむちゃくちゃ面白い島で、実はこのリュウダオもラインユもシーズンが4月から9月までなんですよね。10月上旬にあった大型台風、台湾を直撃した。それによって、このリュウダオも実はなんか映像影響をを見て受けてる。わかると思うんですけど、いろいろ壊れてたりとかで、ラインユの方はもっと台風の被害がすごいらしくて、今行ってもまともに観光ができないよっていうことを、台東に来てからいろんな人たちになんか言われたりもして、ちょっとねもう諦めるかと。皆さんもし台湾に興味ある人、4月から9月の間でシーズンの時に、リュウダオとラインユの周遊チケットを買って観光してほしいなと。本当ラインユ面白い。遠い昔にフィリピンから渡ってきたタオ族っていう人たちが主に住んでて、だから彼ら中国語はもちろん彼ら独自の闇語っていう言葉も使ったりしてて、今でも彼ら独自の文化風習結構残ってたりとかして、もし皆さん機会があったらリュウダオとラインユと両方まとめて行ってほしいですね。ということでこの後フェリーに乗って台東に戻ります。はい。とりあえず5時に、台東に着きました。いやーまたしんどかったよね。タピオカが出る。タピオカがとりあえずね、こっちの現地の人に言わせると10月は波が荒くなるみたいなので、やっぱりシーズン中の4月から9月ぐらいまでにやっぱり来るのが一番いいね。じゃあとりあえず、ちょっと街に行きましょう。街に行きましょう。じゃあちょっと昼ご飯食べに行きましょう。なんでここに来たかというと、僕は台東で一番美味しいと有名な牛肉麺のお店なので、ちょっと試食したいと思います。麺は確かにもちもちしてて美味しい。
か沖縄そばみたいな感じの麺じゃない。そうやね。でスープは甘い感じのスープで、まあすごく濃い感じのスープ。これ筋です。あ、美味しい。私はおでんの筋が好きやし、ここは全然美味しいと思う。はい、皆さん3時を回ったところです。はい、まるちゃんといろいろ相談した結果、もうまるちゃん自身も対等に思い残すことは何もないみたいなので、このままもう一気に次の町、ピントン県まで行っちゃいます。そしてピントン県は、台湾、一番南にある県で、そこのさらに一番最南端まで、ピントン県の最南端、台湾の最南端まで、目指して今日行けるところまで行きましょう。はい、じゃあそういうことでレッツラゴー。レッツラゴー。Sugar apple. So sweet. これ日本語では釈迦頭、シャカトウ。釈迦の頭と書いて釈迦頭で、お釈迦様の頭に似てるから、ここら辺の町に入ったらすごいこの釈迦頭の看板とかいっぱい出てたから、そうやな。その町の名産なんだよね。なんていう町？タイトンのタイマーリ特産釈迦と書いてるよね。谢谢。老板谢谢。谢謝に。なんか味は気になるけど、なんかこうやって大量に買いたくないけど。食べてみたいね。過ぎたところです。8時頃にですね、今から1時間ほど前にピントン県の中でもかなり最南端の方のゲストハウスに無事着きました。やっぱりこうやってゲストハウスに泊まるのはすごく楽やね。楽です。ちょっとピントン県で野宿も考えたけども、やっぱり最南端ということだけあって、ちょっとテント暑そうやから、今回はね、まあちょっと山がないというのもあって、思い切ってまたちょっと高いけども、今回もゲストハウス、1人3000円弱ぐらいしちゃうからね、台湾では安い宿でも、ということで、とりあえず腹ごしらえして、おやすみなさいということで、はい、それでは行ってきます。あれや、ネギ油餅。好喝，要不来一杯？好喝柳橙汁哦。好喝的柳橙汁，要不要来一杯？見た目はでっかい唐揚げ、でっかいイカゲソの唐揚げみたいな。味ってみます。あとここわさびがついてるのわかる？緑の。私好き。なんか塩と胡椒の加減がめっちゃいいし、この外のカリカリした衣。そうカリカリした衣もめっちゃ美味しいし、わさびがいいアクセントになってる。うまいね。ちょっと食べさせてみ。で、昼のソテーは？おいしいおいしい。ビールが欲しい。むっちゃ弾力ある。ね、衣のカリカリ。美味しいね。ちょっと期待してなかったやろ。期待してなかった。
もう店じまいしてるお店が結構多いな。そうもう結構畳んでいってるな。今何時？10時前。10時前。夜市やよ。夜市なのに夜までやってないって。なんかちょっ早いよねと裏切られた感が。どこの町も。なんやろな、金曜日と土曜日だけかな。夜遅くまでやってるの。でかいな。でかいな。どう？柔らかい。外はカリッと、中はふっくら。まあ二度揚げのいい部分が出てますわ。はい。めっちゃ大きいな。でこれで120ドル。めっちゃなんかお得感がある。美味しい。なんか全体的なイメージはなんかチキン南蛮に近いんちゃう。まあそうやな。そうなんか食べた感じチキン南蛮っぽいなって思った。上州。Yes, sir. Thank you. Thank you. 今晩のディナーの締めは黒糖タピオカミルク。イエまたおなじみのレモンアイユ。両方うまそうやな。まあこんなもんかな。美味しい。やっぱりね、さっぱりしてる。ーイ。なんかいっぱい脂っこいものを食べたから最後にこれを飲むとこれ最高結構いいんじゃん。じゃあ次はタピオカ。黒糖タピオカミルクティー。ちょっと味薄いかな。これはまあやっぱり爽やかなアイユかな。じゃあアイユを飲んでみます。これはなんかゼリーが入ったレモネードみたいな感想。やっぱ結構脂っこいものをさっき言ったように食べてからこれを飲むと、結構いい感じかな。タピオカミルクティー。黒糖ね。黒糖タピオカミルクティー。味薄いってヒロが言ったけど黒糖も感じるしそんなになんかしつこい味ではないから今の私の状態だとこれがちょうどいいと思う。 OK。ちょうどいい甘さ。 OK。今日はタピオカで始まったタピオカで終わる日ですね。そうなの？朝ごはん何食べた？タピオカミルクティー。まだ撮影してんのこれ？そうです。なんか最後面白いこと言った。サンリオさん、ここに著作権侵害してる店ありますよ。絶対サンリオに許可取ってないこれ。訴訟起こしますよ、訴訟。今回の動画はここまでです。次回の動画を見逃さないようにチャンネル登録をお願いします。そしてグッドボタンやコメントをしていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。ではまた。パパー。